はい、今回もスケール実践編ということで、前回よりですね、スケールの紹介のみならず、それをどうやって使うのか、どういった感じの音になるのかっていうのを、実践編としてやってきました。今回は第2回ということで、ダイアトニックスケールをコードを意識して使い分けるっていうところをやっていきましょう。さあ前回は、Fly Me to the Moon、最初の8小節ということで、こんな感じのコードがありますと。でそれに対してこういったスケールが使えますよと。でね、この E7 と A7 のノンダイアトニックコードに使えるノンダイアトニックスケール、この HMP5 とかね、オルタードとかっていうやつ以外はいろいろスケールの種類はあるけれども、結局構成音が全部同じなので、使うツボは全て同じ1種類のスケールで、押し通せる、弾けますよっていうことを言ってきました。しかし今回はさらに上のレベルに行くために、前言撤回です。もう前回の内容を否定します。はい、どういうことかというと、じゃあ最初の Am7 って、構成音が ACEG です。ACEG が鳴ってこう Am7 っていうコードが、成り立ってます。じゃあエオリアンスケールを見てみましょう。はい、だからこの音を何でもこう自由に使うっていうのではなくて、この ACEG この構成音を意識して弾くと、より Am7 感が出るんですよ。エオリアンを弾いてますよっていう感じが出るんですよね。じゃあ、どう違うのかっていうのを、じゃあちょっと3パターンぐらい用意しましたので、聞いてみましょう。まずは Am7 のコードトーンを意識して弾いた場合です。はい、次に Am7 のコードトーンをあえて外して弾いた場合を聞いてみましょう。はい、いかがでしょうか。Am7 のコードトーンをあえて外したのも、かっこいいといえばかっこいいんですけど、あえてだったらいいんですけど、どうでしょうね。やっぱりコードトーンを意識した方が、コードに合ってる感、コードが鳴ってなくても、もうメロディーだけで Am7 が聞こえてくる感じがね、あるんですよ。ちょっと歌心が、増した感じっていうのかな。といった感じになります。こういう感じでですね、ダイアトニックコードで使えるスケール、ダイアトニックスケールだったら何でもいいよっていうわけではなく、何を弾いても本当はいいんですけど、C イオニアンといったら C、E、G、B、この C メジャーセブンスを意識したダイアトニックスケール。D ドリアンだったら d マイナーセブンスの D、F、A、C を意識したダイアトニックスケールっていう感じでですね、それぞれのコードトーンを意識した感じで弾くと、よりなんていうんですかね、この各 C イオニアン、D ドリアンとかのスケールの違いが出てくるのかなっていう感じです。だから使うツボは一緒なんですけど、何の音から始めるかとかね、そういったところを意識すると、この各、ダイアトニックスケールは全部一緒ってわけではなく、ちょっとずつこの住み分けが出てくるようになります。じゃあ今度は、この8小節を全部、ダイアトニックコードじゃなくて、コードトーンを意識した状態で、じゃあちょっと弾いてみましょう。はい、こういう感じになるんですけど、
これやっぱりコードが鳴った時にそのコードの何かしらのコードトーンからフレーズを始めてるんですよね。まあ何度も言いますけど、やっぱりコードに合ってるなっていう感じのメロディーになりますよね。そうということで、ダイアトニックスケールならどれも一緒ではなくて、コードを意識してスケールを使い分けられるようになると、フレーズにコード感を持たせることができるんですね。とはいえ、コードトーンを追わないとダメっていうわけではなくて、あくまでこれは一つのね、手法に過ぎないんですよ。他にもいろいろなこのスケールのアプローチってあって、今みたいにコードトーンを追うパターン。それから、さっきあえて外したやつもやりましたけど、コードトーンをあえて外す。テンションノートを使うってことですね。であとは使えるスケール内でメロディーを作る。これはコードトーンをちゃんと追うとか、あえて外すとかって意識せずに、こういうメロディーを弾きたいからっていう意図を持って、このメロディー先行、メロディーを優先して作るっていうパターンもありまして、であとはアウトする、アウトっていうのは何かっていうとスケールアウト使っちゃいけない音を使うみたいな、あえてただ間違った感じにするっていう、平たく言えばいいのかな、そういったちょっと緊張感を持たせるっていうことも、そういう手法もあります。結構ちょっと前衛芸術みたいな感じになるんですけど、そういった手法もあります。あとリフを使う、リフっていうのはジョンガルのテルテケテルテケテルテケテルテカみたいな感じで一定の短い、フレーズを何回も繰り返すっていう、手法もあります。こういったねスケール選び、スケールの情報に加えて、どういったリズムでじゃあそれを弾くのかとか、音の高さですよね、低いツボでやるのか高いツボでやるのかとかね、音が下がってくるのか、上がるパターンを、作るのかとかね、ダイナミクス、音量を大きくやるのかちっちゃくやるのかとかね、いろんなことも考慮してそのフレージングっていうのを作っていくんですけど、こういったねスケールとかもいろんな引き出しを持って、いろんなことを勉強しておくと、もういろんな、アイデアっていうのが生まれるので、あくまでもそのアイデア作りの種っていうかね、引き出しだと思っていろんなスケールを覚えると、いろんな面白い、フレーズが作れますよということでした。また次回もお楽しみに。